自由に表現できるのがスケボーだと思うんで、やっぱそういう点でそれに点数をつけるとか、やっぱどうしてもその素直に楽しめないような気がして、それでプレイヤーとしてだけではやっていけないと思ったんですね。はい、自分のスケボーを信じれましたね。滑走を見ててリンクの滑りっていうのが、一言で言ったらマジでめちゃくちゃうまいなで、あとかっこいいなと思ったんですよね。単純にトリックがうまいっていうだけの側面じゃなくて、スケートボードによく乗れてるっていう表現するんですけど、外国人スケーターが出てきたらやっぱめちゃくちゃスキルは高いと思うんですけど、それに引けを取らないような滑りができる、日本人スケーターかなって思いましたね。高校卒業後はその家業で建築業をやってるんですけど、その家業を手伝いながらスケボーと仕事半々のような感じの生活にちょっとずつシフトチェンジしていった感じですね。結構いろんな人におめでとうって言われて結構そうですね、スケボーやってないような、その仕事絡みでも見たよって言ってくれるような人がおったりとかして反響はかなり良かったです。きっかけは僕3人兄弟なんですけど、兄貴がいて、その兄貴が小学校の時に学校の友達とスケボー乗っとって、それを家に持って帰ってきて家の前で遊んでて、近所にあるスケートパークがあるんですけど、そこに初めて行くってなった時に僕もついていって、そこで本格的なパーツを揃えて乗り始めることになったんですけど、それが始まりですかね、最初は。はい。僕がスケボーを始めて、初めて来たスケートパーク兼スケートショップになります。上カフェなんですけど、そこにオーナーさんがお疲れ様です。お久しぶりです。じゃあオーナーの遠藤さんです。10年前ぐらいからお世話になっているところです。普通の、子でした。やっぱり急にどっかで伸びたいなテンションが入って、そこからはもうすごい勢いでやっぱり成長したっていうか、それを見て、僕は楽しんでますけど、イベントとかで遠藤さんに呼んでもらったりとか、スクールに呼んでもらって、滑りに来たりとか、やっぱリンクっていうブランドっていうのがやっぱりみんな喜ぶ方が多いので。年月だけで言ったらめっちゃ長いけど、でも
才能っていうか、なんかスケボーが好きでスケボーずっと滑ってんやろうな。羨ましかったそんな情熱的に打ち込めんのが。ほぼ毎日スケボーしてたんで、学校終わったらパークに行ってみたいな動きがあったんで、そこでコンテスト出てみいひんかみたいな感じになって出たりするようになったんですけど、なんかリンク大会でボロボロやったからそうだから本番弱いそう本番弱すぎて、だからリンクに大会では勝てとったから、もう大体その飛ばしたスケボー取りに行くみたいなそれで半分ぐらい時間使ってあとはちょこちょこ回してみたいな感じだったから、最初はケツから3番目とかなんかそんな感じだったと思います。はい、コンテストはあんまり好きじゃなかったんですけど、その緊張とかもするし、みんなが見との中で滑るっていうのはあんまり得意じゃなかったんですけど、その上手いスケーターたちの滑りを見た後に、もうみんなが帰った後のパークでスケボーするっていうのが自分の中で結構楽しくて。徐々になんか予選通過して、それで決勝で優勝できるかできひんかぐらいのところまでは行ってました。そういう流れでサポートしてもらったりとかも一時期してました。だけど自由に表現できるのがスケボーだと思うんで、やっぱそういう点でそれに点数をつけるとか、やっぱどうしてもその素直に楽しめないような気がして、それでプレイヤーとしてだけではやっていけないと思ったんですね。だからそのなんて言うんですかね、やっぱコンテストとかでもそうなんですけど、ここのスポットでこれをしなさいって言われると、その自分の表現ができなくなってくるというか、もはやそれを指示した人の表現になってくるんで、それはもう完全にもう駒になってくるんで、それをすると。だから自由度が損なわれますよね、スケボーの。なんでかっこいいとかかっこ悪いとかも、だって大体誰が決めるかっていうと、自分がかっこよかったらいいっていうあれなんで、その遊び、趣味みたいな感じで考えてるんで、スケボーと仕事半々のような感じの生活にちょっとずつシフトチェンジしていった感じですね。でもそこに行ったからといって、今までやってきたスケボーの活動とか、感性磨いてきた感性とかはなくなるわけではないし、スケボーのイベント呼んでもらったらデモしたりとかっていうのはするんですけど、やっぱスケボーは結構自由を象徴するような遊びなんで、やっぱその大会だけが全てじゃないし、プロ資格が全てじゃないっていうのはみんなに伝えたいです。リンクめちゃくちゃうまいなって思ってるけど、でももうリンクはリンクのワールドが完成してるから、なんか別にもったいないなとも思わへんし、なんかスケボー乗っ取ってくれてたまに見れたらいいかな、嬉しいなって思う。みんながみんなアメリカでプロスケーターになるのを目指すとか、日本でスケートボードで食べていけるのを目指すとか、オリンピック選手を目指すっていうなんかカテゴライズされること自体があんまりいいとは思わないんで、逆に自分はこういうスタンスでスケートボードをやってるっていうのがはっきりしてる方がなんか全然シンプルでかっこいいし、
何をチョイスしても自分がどう楽しめるかがスケートボードだと思うんで、そういう部分で彼が選んだ道っていうのはスケーターらしくてかっこいいんじゃないかなと思います。最近は彼女とちょっと近場にご飯食べに行く時とかでもサイクリングとクルージングで一緒にご飯食べに行ったりとか、そういうお散歩道具ですよね。オリンピック競技種目になってからやっぱそのパークも増えたり、それこそやっぱ子どもたちもスケボーを始めるきっかけにもなったと思うんで、それぞれ個性生かして、自分の自身のスケボーを表現できるようなスケーターが増えればいいんじゃないかなと思いますね。その方が面白い、見てて。